某ゲームで、バッドエンドナイトが実装されるとのことなので、今回は、ナイトシリーズについて軽く解説していきます。まず、このシリーズの作者について教えて。了解。ナイトシリーズというのは、ひとしずく P と山三角形さんの合作だ。この二人は、鏡音曲のカラクリバーストで初めて一緒に制作。そしたら、人気曲になり、そこから様々な曲を生み出した。この二人の人気曲は、鏡音のものが多い。鏡音好きなら知っておいて損はないのが、サウンドレスボイスとプルーフオブライフ。私は初めて知ったんだけど。こんだけの作品を撮影裏で見せたのに、もう一人誰かなって調べなかったのか。あ、はい。鏡音三大悲劇です。囚人 P 氏の囚人と紙飛行機、悪の P 氏の悪の娘悪の召使いと並び、多くの鏡音ファンに悲しみの涙を流させたやつですよね。よろしい。裏方も呆れてるよ。了解。ただ、ひとしずく P と山三角形の強みは、これだけじゃない。たくさんの数のボーカロイドを一曲の中でうまく使いこなすところだ。さっきの鏡音も同様、物語性の強い曲が特徴的である。いろんなボカロが口々に喋っているようで、ミュージカルのような作品が多い。その性質を持った曲に、バッドエンドナイトがあるってわけね。その通りだ。このシリーズは、左から順に、バッドエンドナイト、クレイジーナイト、トワイライトナイト、エバーラスティングナイト。この4つの曲で構成されている。最近のボカロ曲では、フラワーやカフが主に使われているが、かつての複数ボカロでは、クリプトン組に加え、グミ、カムイガクポの8人がよく使われていた。そして、このシリーズの人気が凄まじかったため、小説や漫画にまで展開した。ボカロ小説には、原曲者が他の方に執筆を依頼するパターンと、原曲者自身が書くパターンがある。前者は、公式二次創作のようなものもあったりするのに対し、後者は、ほぼ確実に著者の頭の中にあるものが書かれるので、公式の設定や結末が見れるのである。原作者本人が書いたのは、例えば自分の知ってる限りだと、ジン、悪の P、ひとしずく P、囚人 P、マチゲリータあたり、千本桜に関しては、原作者ではないけど、PV の絵師、イットマルが書いているので、判断が難しいけど。ちなみに、さっき言ったカラクリバーストも小説化してる。すごいな。今回は、小説のあらすじだけざっくりと説明し、曲の理解の仕方だけ説明する。了解。ウエストサイドという場所にて、ユルレザという一流の劇団があった。そこにいるのは、主に8人の役者である。主人公は、もちろんミクである。田舎から出てきたばかりの新人で、とある演劇の主役に抜擢された。新人なのに主役とか、さては天才かな？単に、主役の村娘にぴったりだっただけだとのこと。他のベテランの方が、実力的には優秀だと思われる。二人目は、リン。ガチの天才子役とのことで、ファンの一部には熱烈な親衛隊がいるとか。そのファン、落ち着いた人たちであってほしいわね。次は、レン。リンとの双子の弟で、同じく天才子役だ。しかも、その並外れた洞察力は、客の観察を通じて演技に活かしており、その実力が凄すぎて、社会の大物にファンが大勢いる。相当の実力者ってことね。次は、ルカ。今回の舞台の役もお嬢様なのだが、いつもの口調が、もはやそれ。ぴったりじゃん。基本的に優しいのだが、日頃の発言から考えると、リン曰く、ツンデレだとさ。ほう。しかも、ホラー系統に関しては、正真正銘のビビり。やめてあげて。次は、カイト。このメンバーの中でのリーダーに該当する。もともと、貴族の人間なのだが、演劇に熱中し、最終的には、自ら役者になった。頼りになりそう。で、カイトと同じく、長くギュルレザに所属しているのが、メイコ。モデルの設定に漏れず、酒好き。有名なものでメイコと酒の関係は、もはや常識なんだね。奥ゆかしい演技が得意とのこと。次は、メグ。基本的にグミって呼ばれてるけど、たまにこっちの呼び方も見かけるよね。大のミステリー好きで、物事の考え方の基準がミステリー小説ってほど。どこぞの亡命探偵みたい。文章を書くセンスも良いとのこと。そして、メグと同じような命名をされてるのが、ガク。このシリーズの男子メンバーは基本的に落ち着いてる。
蓮は、直感で大体の本質をつかむ。カイトは、大事な場面では情熱的な面を見せる。それに対し、ガクは常にクールな面を保つ。しかも、紳士的。モデルのライブでの雰囲気とはかなり乖離してるような。それで、彼らはクレイジーナイトという劇をすることになった。世間の演劇離れに対抗すべく、彼らはこの作品を演じた。内容としては？さあ、村娘が森の館にたどり着いて、なんかパーティーしてる。それだけかい。これが第1幕で、2幕以降は小説にも一切書かれてない。それって、途中で劇が止まったってこと？そうじゃない。まあ、順を追って話す。昔、リュルレという天才作家がいた。この人物の作品は、後世でも高い評価を得てはいるが、彼の舞台は完璧にこなさなければならない。もし、そうしなかった者には不幸な死が訪れるという噂まであった。何そのオカルト話。彼の築いた舞台であるリュルレ座の経営悪化が起きたとはいえ、彼の残した幻の台本クレイジーナイトが発見され、世間は大騒ぎ。この劇こそが、リュルレ座の運命を握っていた。なるほどね。ちなみに、この劇の裏方には、武漢助手の眉や、小道具係の嫌なる人もいる。あれ？そして、本番になったが、演劇に夢中になりすぎて、踊りながら、時計の針を手で吹っ飛ばしました。何してんの？そんで、ミクさんは責任感じていたが、劇終了後に、ある手紙を拾います。すると、視界がシャットアウトして、目が覚めると、劇場とは違う場所にいた。病院ではなくて？そんなわけがない。仲間も含めて、台本の世界に閉じ込められた。さっき言ってたリュルレの呪い？黒幕はリュルレで間違いない。しかも、仲間は現実世界の記憶を失っているのか、自分たちのするはずの役そのものになった。それはつまり？人形役だったレントリンは、本物の人形になった。はい。身長は下がり、手足の関節が人間ではなく木製人形のものに。大夢の国みたいな世界観になってるんですけど。で、ミクは制限時間以内に謎を解き、みんなと一緒に現実へ戻ろうと決心する。脱出ゲームみたいになってる。間に合わなかったらどうなるの？一からやり直し。死ぬわけじゃないんだ。別に死んでも生き返るだけ。人生一度きりの苦痛を何度でも経験できる。嫌だ。ここからは、謎の一部のネタバレです。ご自分で曲や書籍で謎を考えたい場合は、ここまでにしておくことをお勧めします。ここでは、曲の意味をまずはなす。さっき、自分が使った曲の画像の多くは、何のやつでしょう？最終幕だよね。つまり、最後の曲の途中までは、現実世界、曲の途中で舞台の世界に紛れ込み、何度も、終わらぬ夜を繰り返した。まさか、過去3つの曲は？失敗した回の話だろう。そして、何度も繰り返していたら、トルーエンドに当たる最終幕に戻った。要は、最終幕が本編。それ以外は、消えていった過去ってことね。そして、解くべき謎も、曲を聴けば速攻でわかるのだが、ミク以外は、キャラクターとして台本通りに動く。そして、台本の次のページがないから、先に進めない。そこで、ミクも混ざって、これを探すことになる。ミクとしては、リュルレの台本に対する冒涜が原因なので、これをどうにかすればいいと考えた。曲聞く限りだと、毎回ミク、最後に狂ってるよね。書籍では第1幕と最終幕でのことしか書かれてないけど、どれも、かつての仲間を信用できなくなったんだろう。第1幕を小説と照らし合わせると、棺の山を発見。かつての仲間とは話が通じない上、しつこく追いかけてくる。このままでは、自分も棺の中に死体として入れられると思い。やられる前にやってしまおうと思ったのね。そうだ。あとは、曲だけで考察すると、曲の第2幕には、順番通りにやったことだけが真実だとは限らない。このことから、一応正しい手順を踏んだが、アウトだったのだろう。とはいえ、仲間を殺してるような描写もあったが、もしかしたら、その続きのページが間違いだとか？第3幕の場合、ミクが続きのページにいきなりエンディングを持ってきた。白紙と歌詞にあることから、何の内容もないものを使って、無理やり話をショートカットしたと思われる。でも、繰り返されてるんだよね。だから、多分間違いなのだろう。で、最終幕は書籍のダイジェストだから、小説の内容を順を追って説明する必要がある。
とか言ってる間に、もう時間切れだ。どうすんのよ、最終幕は。次回は、とあるイベントの解説を一本あげる。で、裏方は何をしてるんだ。そのイベントの後は、悪の娘をいい加減進めないといけないけど、もし、要望の声があって、なおかつ、小説内容をがっつり解説できそうなら、小説、及び最終幕の解説をします。ご視聴ありがとうございました。